どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画大掛かり開発プロジェクト始まります。前回は 3D スキャナーを投入してパーツ製作の精度向上を図りましたが、ベースモデルのスキャンが思うようにいかず頓挫してしまいました。結局手書きデータから行うこととなり、作業が難航しているものの、その傍らでメインシャシーのプリント出力を行っていきます。今年の1月に行っていた作業ですが、カメラの故障で半年ほど収録ができずにいた作業ですね。カメラを入手するまでの間も、とりあえず作業は続行していました。制作過程では様々なトライアンドエラーを起こしていましたが、その話は後回しとして、まずは 3D プリンターの作業模様からお送りいたしましょう。映像ではシャシーの出力が完了して試作品を取り出しています。こちらが試作品のシャシーですね。台座から落下したり、成形中に変形しないよう、おびただしい量のサポート材が設けられています。3D プリンターの動作模様が気になると思いますが、この光造形タイプは、レーザーをレジン液に照射しているだけなので、目立った動きはほとんどありません。5時間くらいは動いているのかどうかわからない緑色の箱を延々と見続けることとなりますので、それであればサクッと完成品を見せた方がいいですよね。ベースに貼り付いている試作品をスクレーパーで取り外します。脱落しないようにベース面は表面処理されているため、剥がすのに一苦労します。付着したレジン液はキッチンペーパーで入念に拭き取り、水洗いです。試作品もしっかり水洗いします。使用済みのキッチンペーパーと試作品から除去したサポート材は10分間紫外線照射して硬化させます。水洗いレジンでは廃材を確実に硬化させておけば燃えるゴミとして処理できます。レジンタンク内のレジンをろ過してボトルに戻します。細めのフィルターがついたロートでろ過してボトルに戻しておきます。プリントの過程で生じた余分な硬化物をボトルに入れないようにするためですね。この時はプリンターに付属していた計量カップを使用してろ過しましたが、計量カップの容量が小さすぎて小分けに戻す羽目に、大容量の計量カップを用意しないとですね。レジンタンクの清掃とレジン液の処理も完了したところで、再度発生した廃材を紫外線で硬化させます。まだ使い始めて間もない頃であったため、容量が悪いですね。やり方が分かってきたので、次回からは段取りを組んで作業することとしましょう。完成したシャシーは念入りに水洗いしたため、1日放置して乾燥させます。水分が抜けたら、3分ほど紫外線照射を行って表面を硬化させます。現状では、まだ柔らかく若干しなってしまうため、形状を維持させないといけません。シャシーを乾燥させている間に、別のパーツを製作していきます。2mm の真鍮釘を加工して、フロントのサスペンションを締結するピンにしていきます。サスペンションは、タイヤとシャシーを締結する機構の一部で、さらにバネと組み合わせて、路面の衝撃を緩和する機能も追加します。釘ってよく見ると、微妙に歪んだ円柱なんですよね。そのままパーツにするには、ちょっと都合が悪いため、綺麗な円に修正します。電動ドリルに釘をかませて回します。そこにヤスリを当てて綺麗になるまで研磨です。釘の頭も目的の寸法まで研磨していきます。釘の頭部分は脱落防止用として必要なため、ある程度機能を残しておきます。ヤスリで研磨した後、サンダーで表面を整えます。ザラメのヤスリで研磨したため、表面がギザギザしてるんですよね。滑らかで綺麗なパーツにします。粗削りのパーツはレジンの部分を傷めてしまうので、ここは丁寧に仕上げます。今度は長手方向の寸法を測り、切り出しを行います。青の油性マーカーを釘に塗って、ノギスで毛抜き、リューターで切り出します。切断面は針で荒れているため、ヤスリで綺麗に整えて仕上げます。ということでピンの完成です。シャシーのサスペンション部分と合わせてみましょう。ぴったり入りました。このピンでサスペンションのアームを締結します。内壁の空間はステアリングサーボの機構が入り障害となるため、ピンが内側に緩んでも抜けきらないようになっています。
サスペンションアームと合わせてみました。稼働も問題ないようです。走行に必要なパーツは全て用意できたため、早速組み立てていきましょう。フロントのサスペンションはすでに組み上げておきました。4輪とも問題なく旋回動作が可能です。サスペンション構造であるため、上からの荷重に対してもある程度吸収できます。これで、路面のうねりから来る衝撃をある程度緩和してくれるはずです。また、タイヤを地面に押し付けることができるため、旋回時には安定した性能を期待できます。4輪が独立してストロークするようにしたため、不規則な路面形状にもしっかり追従できると思います。試験走行用として、最終的には、このような外観となりました。試験走行するまでは、性能が未知数であるため、見た目は、最後の最後にしておきます。ルプ主の新設計マシン1号、どんな動きを見せてくれるのでしょうか。なんというか、アンダーステアだな。過去の手作りマシンと同様の症状が見受けられます。いずれも、アンダーステアで旋回能力が乏しい結果に終わっています。この頃のウプ主は、4輪走大前に、基本的な操舵システムの難しさを理解していなかったため、何も考えずにマシンを製作していましたが、このアンダーステア問題は、無策で解決できる問題ではありませんでした。原因が全くわからず、サスペンションをなくして足回りの硬い仕様にしてみたり、他にもナックル形状を様々な形状にして干渉や引っかかりが出そうな部分を潰してみたりなどを行っていきましたが、症状は改善されずスランプに陥りました。そんなこんなで試作品が大量に蓄積されていきました。いずれも症状改善には至らず、サイバーマシン製作は想像以上に難物であると、ウプ主は思い知らされたのでした。途方に暮れたウプ主、マシンを数時間眺めたりいじったりしていたら、あることに気がつきました。タイヤとそれを保持するナックル、そしてナックルを支えるサスペンション機構。ナックルとサスペンションは、旋回にも用いられるステアリングの軸により支持されていますが、この軸とタイヤの距離が長すぎると感じました。このステアリング軸とタイヤの位置関係は、テコの原理で例えることができます。テコの左側に重りを、右側は人力で押して重りを持ち上げると仮定しましょう。テコの支点が重りより遠く、人力に近い場合、人力で持ち上げるのは難しくなります。一方で、支点が重りに近く人力から遠い場合だと、重りが重くても楽に持ち上げることが可能となります。ステアリング構造にも、同様の現象が生じていると予想されます。これは、車体を上から見た場合におけるサスペンション構造の概略図です。ナックルにある円がステアリングの軸であり、テコでいうところの支点です。そして、タイヤは、重り、車体側は、それを持ち上げる動力源となります。して、現状のサスペンション構造では、どういう状況になっているのかと言いますと、タイヤが支点から遠い、つまり、動力源にとってタイヤの舵を切るときに重くて動かしづらい状況となっているわけです。ステアリングを軽く動かせるようにするためには、支点を重り側、つまりステアリング軸をタイヤ側に寄せてやることで動かしやすくなるはずです。ステアリング機構自体は問題なく動作していることから、修正すべき点は動力に負担のかかる構造自体にあると思われます。軸の位置変更で負担が減れば、アンダーステアも解消されると踏んだウプ主は、ステアリング機構の設計を修正していくこととしました。ということで、新設計の試作パーツを再度出力してみました。これらを早速組み上げていきます。新規設計となったため、新しい機構を追加して試験運用と並行することとしました。一から組み上げていることに加え、新規構造の分、パーツも増えてしまいました。組み立て作業は、延べ4時間にも及びました。
ということで完成しました。サスペンション構造改良型の試作シャシーです。ステアリング軸とタイヤの距離を前作に比べて 2mm 縮めることに成功しました。追加したサスペンション構造も動作にメリハリが出て好感触です。早速試験走行と行きたいところですが、走行試験前にウプ主は重大な設計ミスをしてしまいました。それは果たしてどのようなミスだったのか。詳細は次回とさせていただきます。追加した新機構の詳細も次回明らかとなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。